皆さんこんばんは。今回はインターネットなどで怖い映像として投稿されたものを6つご紹介します。それでは始めます。最初はホラー映画サバンナ・ホーンティングのロケ地で撮影された映像です。この映像は映画の舞台となる一軒家に設置された防犯カメラが撮影したもので、奇妙なものが映っています。ご覧ください。白い服を着た少女のようなものが現れ、奥の部屋へ入っていったのがお分かりいただけたでしょうか。この家で撮影していたホラー映画は、亡くなった娘の霊が引っ越し先に現れるといった内容であるため、映画の注目度を高めるために作られ、あたかも本物の心霊映像のように流された可能性は否定できません。さて、ホラー映画のロケ地で撮影されたこの映像は本物の心霊映像なのでしょうか。やはり幼い子供には幽霊が見えるのでしょうか。 TikToker ディアナ・エストラーダの娘は時折、家の中に家族以外の女の子が住んでいるというそうです。最初は気にしていなかったディアナですが、娘が頻繁に何もないところに向かって話しかけたりするため、この家に幽霊がいるのではないかと疑うようになり、その様子を記録するようになりました。ある日の午前0時、急に牛乳が飲みたいと起き出した娘が冷蔵庫に向かうと、不可解なことが起こります。ご覧ください。¿A quién le dices sola, hija? ¿A quién le dices sola? ¡Hola, niña! ¡Ay, hijo de tu madre! ディアナの娘が牛乳を取りに冷蔵庫に向かうと、見えない何かに向かって話しかけるため、怖くなったディアナは逃げ出します。この映像のある視聴者から、幽霊の少女のものと思われる声が聞こえるというコメントがあったそうですが、私にはさっぱりわかりません。それではもう一度ご覧ください。¿A quién le dices sola, hija? ¿A quién le dices sola? ¡Hola, niña! ¡Hijo! いかがだったでしょうか。もし聞こえたという方はコメントいただけると嬉しいです。あなたは何気なく撮影した映像に不気味なものが映っていたらどうしますか。ある日、撮影者が何気なくドローンを使って空撮をしていました。すると、ある建物の窓に不可解なものが映っていたため、その窓に近づいて写真を撮ると、信じられないものが映っていました。画面中央をご覧ください。何やら白いものが映っています。映像を拡大し、明度を調整して見てみると、まるで救いを求めるかのように、窓に手を貼り付けた人のようなものが映っています。後日、撮影者がこの建物へ確認に行きますが、誰も住んでいない空き家だったそうです。大家に頼んで中に入れてもらいますが、何もありませんでした。果たしてあれは一体何だったのでしょうか。次は心霊系 YouTuber クリセル・ルナの映像です。彼女のチャンネルは主に廃墟となった心霊スポットを巡る動画を投稿していますが、どうやら彼女の自宅にも幽霊が出るそうです。今回ご紹介するのは、彼女の自宅で起こった怪奇現象を撮影した映像です。ご覧ください。
彼女がベッドで寝ていると、画面中央に置かれた枕が揺れ出し、次に壁にかかっていた絵画が揺れます。個人的に視聴者が見やすい場所に置かれたものが動き出すことに違和感を覚えます。しかし怪異は続き、浴室から奇妙な物音がするため、彼女は確認に向かいます。彼女が浴室から出ようとすると、鏡に白いもやが現れたのがお分かりいただけたでしょうか。もう一度ご覧ください。いかがだったでしょうか。寝室の怪奇現象はフェイク臭いですが、浴室の怪奇現象はなかなかのものだと思います。皆さんはどう思われるでしょうか。次は YouTube チャンネルラグナル&ザ・バイキングファミリーの映像です。このチャンネル運営者は築300年以上の家に住んでおり、この家では奇妙な音や物が動いたり、部屋に誰かがいるような気配がするといった怪奇現象が起こるそうです。この不気味な現象を家族全員が体験したため、彼らは家の中にカメラを設置することにしました。するとカメラは不気味な現象を記録します。ご覧ください。少女がパソコンを操作していると、隣に置かれた椅子が動きます。異変に気づいた少女が椅子の方に顔を向けると、もう一つの椅子がゆっくりと動き倒れます。そして恐怖を感じた少女が部屋から出て、映像は終了します。しかしこの家で起こる怪異はこれだけではありません。 I came from the back of the house, and we know we're the only people in the house. There's no one else here. I'm gonna stay here. Huh? I'm gonna stay here. It's too scary. Alright. I'm gonna stay here. Didn't come from this area of the house, but it sounded like footsteps. Fuck. Jesus Christ. The door just closed. Was there someone in? Did you see anyone? No. Richard, be careful. Guys, is there anyone in here? I don't think so. No one behind the door. Hello? Hello? Mourinho? Hello? There's no one in here. That's creepy. Hello? 家族しかいないはずの家で2階から足音が聞こえてきたため、彼らは確認に行きます。彼らが2階の部屋を確かめていると、奥の部屋の扉が一人でに閉まります。彼らはすぐにその部屋の中に入りますが、何も見つけることはできませんでした。2番目に紹介した動画は現在削除されており、動画も2週間以上更新が途絶えているため、彼らがどうなっているのかは不明です。無事であることを祈ります。最後は TikToker ジェン・ベラリの映像です。彼女は2021年11月に最初の動画を投稿して以来、約1年にわたって自宅で起こるさまざまな怪奇現象を撮影しては TikTok に投稿してきました。今回彼女の動画をまとめましたので、最初の動画からご覧ください。 Sounds like an animal in distress. Hang on, let it catch up. Oh.
彼女が裏庭に設置された防犯カメラの映像を見ています。特に何も映っていませんが、動物の鳴き声のようなものが聞こえます。これだけなら特に問題ない映像ですが、この後奇妙なものが現れます。What is that? 裏庭に設置されたブランコの傍らに人影のようなものが現れたのがお分かりいただけたでしょうか。しばらくすると、この人影のようなものは歩き出し、どこかへ消えていきました。とても不気味な映像ですが、彼女がこの映像を投稿した後、視聴者から防犯カメラに表示された時間が20時45分から急に20時47分に変わっていることからフェイクだと指摘されます。これに対し彼女は、自らが行ったやらせではないが、誰かのいたずらかもしれないとコメントします。しばらくして彼女は再び不気味な映像を投稿します。 So, I live on a property that was built in the 1700s. There's a colonial house, there's a main house, and then, I'm sorry, there's the colonial house, which is the main house, and then there's the barn house. And we're in the main house, so this is what's going on by my daughter's fucking playground, okay? 彼女は自宅について一通りの説明をした後、裏庭に設置した防犯カメラの映像を映します。Should get the full thing, 'cause then- Mind you, like when I went back outside, I was fucking with them because they're latched. 裏庭に置かれたラウンジチェアが誰も触れていないのに動いています。 Mind you, わかりにくいですが、今回の映像は防犯カメラの時刻が急に飛んだりしていません。 when I went back outside, そして不気味な現象はさらにエスカレートし、目に見えない何かに扉をノックされます。 oh, I'm gonna get it. I'm gonna get it. Where's the flashlight? Where's the flashlight? I'm going out with no coat. Come on, you son of a bitch. This is the worst flashlight. How do I turn this on? There's literally nobody fucking here. Oh, sorry, baby. There's nobody fucking here. 何者かにドアをノックされたため、彼女が外に出ますが誰もおらず、何も見つかりませんでした。この映像の視聴者は、悪い霊が彼女の家の中に入ってしまったのではないかと心配しだします。そして視聴者の心配は的中してしまいました。 Whoa. Baby, tell me I'm bugging. 彼女が納屋に近づくと、2階の左側の窓に黒い人影が見えます。 Tell me I'm bugging. Oh, fuck. Alright. 勇敢にも彼女は確認のため、納屋の2階に向かいます。しかし、そこには誰もいませんでした。翌朝、彼女は敷地の裏側にある古い墓石を撮影します。その墓石にはマイク1943年から1954年と刻まれています。彼女はこのマイクを犬だと思っていたそうですが、一連の怪奇現象から人間の墓ではないかと思うようになったようです。 And I came out here because I don't know if you can see that, but it says Mike. I think 43 to 54. I always assumed it was a dog named Mike, and there's other little stones along the path, but I can't get through there. So. そして彼女は墓石の奥にある
不気味な石像が置かれている場所へ向かいます。その石像は最近誰かが頭を切り落としたそうです。 It's really weird. So the head got cut clean off, and like, you know, that is a little weird, huh? Poor guy. Just like clean off. Coincidence? I don't know. そして別の日、裏庭の防犯カメラが再び奇妙な現象を記録します。次の映像では不気味な声が聞こえます。さて、ジェン・ベラリの家で起こった怪奇現象の数々をご紹介しました。果たして彼女の家では何かが起こっているのでしょうか。彼女は今も TikTok に映像を投稿していますので、今後も定期的にご紹介します。それではサムネに困ったのコーナーです。このコーナーはサムネに困った私がサムネに適したインパクトのある映像を皆さんに見せつけるというコーナーです。今回は台北で撮影された心霊写真です。ご覧ください。写真は台北の飲食店で撮影されたもので、2人の男性が写っています。しかし写真をよく見ると、赤丸で囲った部分に人の顔のようなものが写っています。この顔は青白く、生きてる人間とは思えません。この写真を撮影した時、彼らはこの顔には気づかず、写真を送った友人に指摘されて気づいたそうです。そして彼らがいた場所は2階であり、窓の外に人が立つことは不可能だそうです。果たしてあの顔は幽霊なのでしょうか。それともただの反射なのでしょうか。そんなことよりエビチリが食べたいです。ご視聴ありがとうございました。本日の動画はこれで終わりです。贅沢は言いません。よろしければチャンネル登録と高評価、他の動画を10本ほど見てください。それでは、さようなら。